ザラだからどれぐらいにしよう。ブルーベリージャムの味だ。でそこはな、はい。ここに行った方がいいんじゃないかなって思ってる。私もそんな気がする。こここんにちは。今日はですね、あいにくの雨なんですけれども、午後からちょっと友人とカフェに行くんですが、その前にね、皆さんにご紹介したいものというか、最近購入したものが届いたのでご紹介していきたいと思います。こちらなんですけれども、ヒポポタマスというタオルブランドをご存知の方多いかなと思うんですけど、ヒポポタマスとムーミンがコラボしたものなんです。今年ムーミンが80周年ということで、ヒポポタマスとムーミンコラボですね。このねコラボの商品がめっちゃ可愛いよっていうのを今回もフォロワーさんから教えていただき、本当に皆さんありがとうございます。いつも有力な情報を。でそれでムーミン80周年だから今年は本当にねムーミンがいろんなブランドとコラボしていろんな商品出してるんですけど、それをね全部欲しいかと言われたら、そうではなくって、可愛いタッチのムーミンはあんまり好みではなくって、私は小説の方のムーミンの絵のタッチが大好きなんですけど、それが反映された商品が出たということで、この通り爆買いしました。これは80周年を記念してデザインされたヒポポタマスとのコラボレーション。デザインに使われているのは一
1作目のムーミンコミックス、ムーミントロールと地球の終わりで描かれたキャラクターたち。1947年から48年にかけてスウェーデン語系の新聞にティド紙に連載され、小説ムーミン谷の彗星の原型となったもので、これまでグッズなどに使用されたことのない貴重な作品の数々ですってことで、こちらヒポポタマスのインスタグラムにねそう書いてあるんですけど、もうこれが可愛すぎるのでぜひ皆さんにお見せしたいと思い、こちらご紹介していきたいと思います。まず何からいこうかな。一番大きい大物からいこうか。もう本当にこれは可愛いです。まずこちらですね、タオルケットを購入しました。見えるかな。こちら大きなヒポポタマス×ムーミンのタオルケット買いました。もうこれ色が可愛い。まずね、くすみブルーに紫、これがもう本当に可愛い。一個一個ちょっと柄を見せたいんだけども、こういう感じでね、もう本当にこの昔のタッチなんですね。可愛すぎる。ムーミン谷の彗星、これ表紙でしたよね、こういう絵がね。こんな感じでめちゃくちゃ大判のタオルケットなんですけど、こっちが前なんだけど、この青い方がこっちを前にしてもいいし、正直こっちの紫がねベースの方を前にしても可愛いですね。もうこんだけ大判なのでもうこれかけて寝れちゃうんですけど、私ヒポポタマスのタオルケットすごい好きで、このアトリエでもね夏去年使ってたんですけど、もうほんとこれからの時期ベッドで使ってもいいし、ソファーにかけといてソファーでちょっとね横になりたいなっていう時に使ってもいいかなと思います。はい、まずこちら大物一つでしょ。であとはこちらじゃん、タオル地のスリッパです。これもねすごい可愛いんです。カシスっぽい感じのね、ピンクにムーミンとスナフキンの刺繍がオレンジで入ってます。これねスリッパ本当に可愛くて、ピンクにオレンジとネイビーに水色の2色あって、本当はねネイビーに水色の方がね欲しかったんだけど、そっちがちょっと売り切れてて、それでもピンク可愛いよなと思ってピンク買ってみたんですけど、大正解ですね。ピンクめちゃめちゃ可愛い。私結構スリッパはねピンク持ってること多くて、今履いてるこれ Today's スペシャルで買ったんですけど、なんかピンクのねスリッパって結構なんかお部屋の中で履いてるとねちょっと可愛くてね上がるんですよ。タオル地のスリッパなので、これから夏の時期に使っていきたいと思います。あと最後もう一つ、こちらハンドタオルも買いました。もうこれも可愛くていろんな種類あったんだけど、私はこの絵柄が一番好きでこちらを買いました。ヒポポタマスのハンドタオルはもう最高に使いやすいので、もう何枚も持ってるんですが、それのムーミンの絵が入ったもの、しかもそのムーミンの絵がもう本当に好きなタッチの絵っていうことで、もうあと2枚ぐらい買い足してもいいぐらいちょっとお気に入りのものですね。こういう感じでムーミン、スニフ、スナフキンが彗星をね眺めている、そんなタオルになっています。はい、という感じで、もうね今年はムーミン80周年ということもあって、ムーミングッズ気合入ってるものが多いので、今後もね気になったものがあったらどんどんお迎えして皆さんにご紹介していきたいなと思います。ヒポポタマスとこのムーミンのコラボめっちゃ可愛いよというお話でした。はい、現場からは以上です。はい、では今日はこの後支度して代官山の方に行きたいと思います。韓国のノンフィクションが代官山の駅前にできて、そこのノンフィクションカフェにずっと行きたいなと思ってて、今日ねそこにいつもお世話になってるダムダムの PR のみゆきさんとちょっと行ってきたいなと思います。仲良くしてもらってるんですけど、そこでカフェ行ってきて、そして帰ってきたらお仕事頑張りたいなと思ってます。それでは行ってきます。
おはようございます。今はちょうど11時ですね。今日はねちょっとゆっくり起きてゆっくりご飯を食べてメールをね返したりしながら過ごしたいなと思っています。ムーミンティーを飲みながらねちょっと朝の仕事を軽くやっつけちゃいたいと思います。このムーミンマグスコープ限定のやつ最近買ったんですけど、これめっちゃいいですね。この下のプレートがあるから、今座ってるこのデスク、これがヴィンテージのデスクだから、カップについた水滴とかがねついちゃうと気になっちゃうんだけど、このソーサーがあることによってそういう水滴とか気にせずお茶飲むことができて最高です。今週ぐらいからねちょっとこういろいろ外に出る機会が増えたりとか、あとは旅の予定っていうのがしっかりと確定して、旅行の準備にもねちょっと取り掛からなければいけないというような、そんな日常を過ごしております。今年はね夏にフィンランドに行くんですけど、その前にパリに行く予定が入りまして、パリ旅行をしに行くんですが、そのパリはちょっと女子旅としてね行こうかなと思ってるんですけど、パリ観光も楽しみなんですが、パリにはねパリディズニーがあるので、そちらにもね訪問しようと思ってもうワクワクしています。でパリディズニーには世界中でそこにしかないレミーのレストランがあるんですよ。そこのねレストランで食事をしたいってずっと思ってて、でパリに行けるってなってチケット予約して、そのレストランの予約もしようと思ったんですけど、もうそのレストランがもうあまりにも人気すぎて、何ヶ月も前からもうほとんど埋まってるっていう状況で、私がパリディズニーに行く日ももちろん満席で、もうショックを受けながらも絶対に行きたいと思って毎日そのレストランのキャンセル待ちっていうのをアプリでしてたら、昨日朝起きた時にアプリ見てみたら一席だけ空いてて、パリディズニーでレミーのレストラン行けることになりました。こういう感じで予約取れたんですけれども、もう楽しみでしょうがない。これがね最近一番嬉しかったことですね。そんな感じでパリディズニー含めパリ観光をするんですけど、そのね予定も立てていかないと、もうちょっと渡航がね近づいてきてるので、それをねするためにこちらのね私の旅のジャーナルを使いながら予定をね考えていきたいなと思いつつ、2年前にねドイツのクリスマスマーケット行く時にちょっと寄ったパリ1日以外しっかりねパリ観光したことがないので、飲みの市とか素敵なカフェとかパリらしいお店とかそういうところをね巡っていきたいなと思います。なのでなんかここのお店すごい可愛かったよとか、ここのカフェめっちゃ美味しいからおすすめとか、そういうのがあったらぜひコメント欄に教えてくださると嬉しいです。はい。今から支度してちょっと外に出たいと思います。今日はこれから青山のブルーボトルコーヒーに行ってくるんですけど、ブルーボトルコーヒーがマリメッコとね今年もコラボレーションして、青山のカフェとあとは福岡かな、天神の方のカフェがマリメッココラボの内装になるということで、そこにこれから行ってきたいと思います。なのでちょっと着替えてみました。今日はロンハーマンで買った黒のトップスに下デニムで行きたいと思うんですけど、このデニムはですね最近購入したんですけど、衣替え Vlog 出したのにまた春服をね追加したのかよって思う方もいらっしゃると思うんですけど、私もね買う予定はなかった。だけどこのギャップがですねなんかちょっと新しいラインっていうのを出したらしくって、それのデニムがめちゃめちゃ形が良くて、これはね私の好きなタイプの形のデニムだと思ってちょっと我慢できず買っちゃいました。はい、これ一番小さいサイズを購入して、丈はねちょっと長めなんですね。なのでペタンコを履くとちょっと丈がついちゃうんですが、こちらもアグでねちょっと最近ゲットしました春夏のちょっと厚底のサンダルなんですけど、こちらを合わせて履くとめちゃめちゃ可愛いので、これをね最近履き倒しております。このアグの新しい厚底のサンダル、これ本当に厚底なのに足が疲れずずっと歩いていられるサンダルなので、今年の夏で重宝したいなと思ってます。でそこに、ちょっとこれから夕方で寒くなってくると思うので、マリメッコのライトダウンっていうのかな、軽めのねアウターを羽織っていきたいと思います。ちょっとあれかな、下が結構ワイドめで、このアウターが若干丈長めなのでちょっとやぼったい印象になっちゃうかも。ブルーボトルカラーだからこれ着てったら可愛いかなとか思ったけど、こっちの方がいいかな。こっちのがすっきりまとまってそう。上レザージャケットにウニッコのバッグ、
これにしようかな。ちょっとサクッとイベントにお邪魔して帰ってきたいと思います。それでは行ってきます。I know sooner or later it will come, the day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones when I'm cold like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. People passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spreading wings. So every night I stare at the moon just to check if she's still looking blue. Don't know who you are yet, you seem a bit hard to get, but I know you're out there. I just wait for the day where the sky will spread open its clouds, so the sun can just stop hiding out. The windows will open and sing like birds that are spreading their wings. And I spot you right across the street, like a song that is playing just for me. We'll know and we'll smile as if we knew. All this time I was waiting for you.よし、はい、始まりました。最近土曜ラジオ第32回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか？どうですか？今週も筋トレは順調でしょうか？順調ですね。いい感じですか？でもね、はい、一個だけね、あなたに苦言を呈したいというか。苦言？突然の突然のクレーム？クレームがありまして、はい、筋トレをしていく上でね、はい、あることに気づかされた、トレーナーさんに。
うん左右の肩が位置がずれてますって。あーでもずれてるかも。そう確かに。座ってるとなかなか分かりづらいかもしれんけど、うん右肩がやたら下がってんの俺。うん右肩が下がってるから、うん顔が調整しようとして左に傾くの。これが、なんでやろうと思って、まあ、例えばさ普段の座り方とかさなんか日常生活の中で、俺右肩が下がるようなことってあったっけと思って考えてたわけ。あるやんと思って。何ですか？あなたとさ、はいお散歩する時さ手つないでるやん、はいあなたのが身長低いやん、はい。こうなるやん。そういうこ絶対あなた俺のさ、うん右側に来るやん。と？そうだね。だから、うんずっとこうなってんの。うんずっと右肩下げて歩いてんの。だから、うん今度からうん左に来てくれ。いいんだ。左にそういやむしろ手つなぐなとかじゃじゃなくて。なくて左に来てもらわないと、いやマジでうんびっくりするぐらい左右差あんの今。あ、そうなんだ。ほんと5センチぐらいあんの。じゃあ私もじゃあ私は逆に左だから俺が下げててあげてるからあんたは普通に私は普通に歩いてる。いやマジで。あ、そうなんだ。いやもちろん他の要因もあるかもしれんけど、足のさ、足組むやつとかでも変わんない？そんなことないか。いやいろいろ考えたよ、うんでもこれが一番ね確かにありえそうな。な、ずっとこうなん、あ、ちょっとね、ちょっとこうな。でこうやって歩くやん、うんだけど全体的にもうずっとこうなんので頭でバランス取ろうとしてこうなんの。あね。そあ、こうやってこういうことうか。そういや笑い事じゃないよ本当に。なるほどね。そうあ、でもそれあるかもね、確かに。だって平気でうん。さ、あ、そう。 10キロとか歩くやん、そうじゃんね。うちら最近3時間とか歩くもんね。しかもここさ、なんか数ヶ月とかじゃないじゃん、もう多分何年もさ蓄積があってさそうじゃん。俺の右肩がどんどん下がってる。それは由々しき事態だね。そうだからうんマジで左に立って、わかった。そんな言ってくんないとさ、つい癖で右に立っちゃう。いやもうなんか最近それの左右差に気づいてから、もうなんか地球の平行が取れてないもん今俺。自分の今。そうそんなことあるんや。でもそうやってやっぱ体を作っていくにおいて自分の歪みとかも発見できるようになってくるんだ。いや言われないと気づかなかった。そうだね。俺なんか写真を撮られる時に、いっつも顔がこっち向いてんなと思うのうん。で、いっつも証明写真とかはすごい一回顎を、なんていうの胸にくっつけるようにして上げて撮ってたの、うんうん。あ、それで真ん中をそうそう、調整したんだね。でも普段はもう気づけてないの、常に絶対こうなってるの。そうなんだ。でも確かに分かんない私もそうそれは。やっぱちょっとバランス左右差が取れてないとやっぱ筋トレにもやっぱ反映できないのよ。なんていうの、人間の体自体、別に左右対称ではないわけ、そうだよね。だから、そもそも歪んでることは別に悪いことじゃないと思うんだけど、ただなんかあまりに差がありすぎるのは、やっぱ良なんかくないんだ。良くないかなって思うし、んなんか人から言われて、んより気になっちゃってなるほどね。でその原因を突き詰めたらお前かってあたいか。そう確かにでもそれはあるわ。あると思うよ、だって付き合って10年。うん、そんな毎日毎日ね手をつないでるわけじゃないけど、うんしかもお散歩の時はね仲良く手をつないでおります。って考えたらさ、はいありえるでしょ。ありえる。もう絶対右やんあんた。そうだね。もう私は誰と歩いてても右にいるもん。いやそれ右派なの。でもやっぱもう左に行ってもらわんと、もうやばい。もうやばい、もう気になって仕方ないもん最近っていうのをちょっと言っとかなと思って、苦言を。俺の右肩をこれ以上下げないで、そういうのあるんだね。うん気をつけないと。そんな1週間あったね。そんな一瞬、そんな近況。私なんかあったかな。私はあれだね。夏にフィンランド行くけど、その前にパリに行くことになりました。女子旅そうねですね。で行くことになりまして、パリさ行ったじゃん一緒に。なんか2年前のドイツのクリスマスマーケットの時。であの時の一瞬しかいなかったしさ、雨降ってたしさ、寒かったしね、あんまパリらしさを感じれなかったけどさ、今回初夏のパリ気持ちよるね、楽しみ。飲みの市とかあったりとか、うん、花の都を感じれるかな。でそんでさパリディズニーにも行こうと思って、そのパリディズニーにはレミの美味しいレストランってわかる？ネズミのやつ、あれのレストランが世界中でパリにしかないの。
なんかそれの予約を取りたいんだけど、うん、2ヶ月前からもう満席なの。おー2ヶ月前から予約が始まるんだけど、予約が始まった時点からもう満席なの。あ、もう入場する前から予約できるんや。そうチケットさえ持ってれば予約できるんだけど、でみんなさだから何ヶ月も前にチケット買って予約するんだけど、私がそのパリディズニーのチケットを押さえた時にはもう満席だったのよ。でも絶対行きたいからさ、毎日こまめに、暇さえあればアプリ飛んで、そのテーブルブッキングのアプリ飛んだ。ついにね、一昨日ぐらい、朝起きたらピコーンって1個出て、よかったね、でも取れて、勝ち取ったりって感じでよかった、本当に楽しみ。今年で一番嬉しい出来事かも。パリディズニーの中でもそのレミーは一番人気みたいな感じ？もう、ね、だってレミーはもうフランスパリのレストランの話だからさ、もう一番人気で、もうみんなそのために来てるぐらいの気持ち、ね、そうだからもうみんな当日とかもキャンセル待ちで一生並んでたりしたりするらしいの。その店前で店員さんがもうちょっともう予約しか無理って言ったりとか。そうそう、まあ、あと最終的に電話もかけるらしいから、国際電話、なんか電話しようかなと思ったぐらいなんだけど、本当に運よく取れました。よかったね。本当によかった。超楽しみ。皆さんパリディズニーじゃない、パリ旅行の中にパリディズニーが、1日だけ入るんですけど、ぜひね楽しみにしていてください。だからその予定を語ってたいなと思っています。やっとジャーナルがね、今年のこの夏のさ旅行に行くことによって埋めれるから、どんどんあれが埋まっていくのを楽しみにしながらね頑張っていこうかなと思っています。そういう感じで、先週はさ最後餃子グランプリを開催しますって皆さんにお伝えして、ぜひ我がおすすめの餃子をあったら教えてくださいって言ったら、めっちゃコメントいただきまして、228件のコメントのほとんどがもう餃子のコメントをいただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。過去最高じゃない？このおすすめのコメント。そうね、集中と分散というか何集中と分散リストアップしてお店の名前とそこに何件票が入ってるのかとか、あと熱いコメントとかでちょっとチェックつけたりして、で結局お店の数的には60件ぐらいあったんですよ。かぶりなしで60件、ほぼかぶりなし。あ、本当に？そうだからみんなやっぱ自分の好きなものがあるんよ。そっか、家庭の味、お母さんの味に近いとか、そういう今まで食べてきた餃子の味に近いやつが好きとかあるもんね。そうそう、とか、近所の行きつけとか、でもそこは別に通販もしてないし、お店でしか食べれませんみたいなこともたくさんあって、だからすっごいたくさん出るんだけど、かぶりは本当に10件15件しかなくて本当に4分の3ぐらいはもう単独票。すごいね。8日の時とか結構かぶってたもんね。で今回そのかぶりがめちゃめちゃかぶってんの。逆にね、かぶるとかめっちゃかぶってるの。でそれがもう多分もうコメント見たら分かるぐらいなんやけど、宮崎県の餃子の丸岡っていうところが、もう圧倒的に意見が多かった。宮崎県の餃子の丸岡、もうね2位にトリプルスコアぐらい。そんな。そう丸岡だけで20件近く来てたと思う。そんなに？みんな？で2位でも10件いってなかったと思うんだよね。もう圧倒的に丸岡が人気だったんや。そう。じゃあそれは絶対食べなきゃじゃない？となったんですが、ネットを見たところ、最短で5月の6日到着。最短で？だから2週間ぐらい。人気だからかな。もうずっと埋まってんの。なので。そうじゃん、この餃子グランプリはゴールデンウィーク中の金曜日に、やりますって言ったけど、5月6日到着だとゴールデンウィーク明けになるね。だからこれが今日が32回でしょ、で本当は33回の予定だったんだけど、多分34になる。5月2日にやる予定が5月9日の金曜日、34回目のラジオに延期となったってこと。そういうことです。全てはこの餃子の丸岡のせいで、人気ぶりで、いや最初ね、もうここまで人気だったら、もうわざわざ確かにね、ここで取り上げる必要ないなって思ったんよ。でもあまりにも多すぎて、確かにこれはもう逆に食べてみたいっていう。確かにエントリーしないとね、こんだけ多いなら。餃子っていうのはやっぱみんな好きなものがある。もっと言うと多分
例えば家庭のね、餃子が好きとかさ、スーパーの餃子が好きな人もいたもんね。そうそう、やっぱなかなか餃子をお店でっていうよりも、やっぱそれぞれの家庭の味がありすぎて今回この名前が上がってこない、やっぱ奥深いなと思った。確かに、なるほどね。そう一重に餃子とはいえ、でも楽しみだね。なんか7種類ぐらい手配してくれてるみたいなので、一個一個の味の感想をまたねやっていきたいと思います。ありがとうございます皆さん、本当にいろいろ。なので今週は今まで寄せられたお手紙とかっていうのをもう一度掘り返して読んでいきたいと思います。まず今週いただいたお手紙一つ読んでいきたいと思います。はい、コウヨトリネーム花菜さんからのお手紙です。ミックさん先生こんにちは。こんにちは。こんにちは。ミックさんのカップアートの動画から今までいつも楽しく拝見させていただいております。1個目のあれな、5年前とか花咲くタンブラー花咲くタンブラー恥ずかしい花咲くタンブラーから10万回言ってたよ。嘘すごいね、すごい。今回はどうしても取り上げていただきたいテーマがあり初めてコメントさせていただきました。取り上げていただきたいテーマはお金の使い方、資産運用についてです。私は今年で社会人2年目で都内で仕事をしているのですが、なかなかお金がたまらずこのままではダメだと最近は積立 NISA など始めようと勉強しています。ただ私もミックさんと買い物の感性が似ていて、どういうこと？欲しいものが出てくるなって自分の幸せを優先するとお金がたまらない、かといって自分の幸せを犠牲にしてまでお金を貯めることはどうなんだと葛藤しています。ミックさんと先生は無理せずお金を運用するためにどのような工夫をされていますか？何か意識していることがあれば教えていただきたいです。偉い。社会人2年目からお金を貯めようとしているのすごい偉すぎるんだけど、私社会人2年目でお金を貯めようとまで考えついてなかったよ。ちょっとどう使おうかしか考えてなかった。そうどう使うっていうか、やっぱ社会人2年目はまださいただく給料的にもやっぱ低いわけじゃん、だからもうとにかく今この1ヶ月の生活をどうにか回していくかっていうことだけに注力していたから、そこにプラスで資産運用とか積立 NISA みたいなのとか一切考えれてなかったね。なんかトレンドではあるよね。なんかそうだね、資産運用とかさ、NISA が出てきたことでね。そうだね、結構聞くもんな、周りでもなんか やってるとかやってないとか。どうでしたこの社会人、無理せずお金を運用するためにどのような工夫をされていますかっていうことなんですけど、これはもう私に聞くよりもあなたの方が圧倒的に考えてやってると思うんだけど。僕は目標があったので、貯金的にね、金額これくらい貯金したいなっていう目標があったので、本当に節制の節制よね。何のための目標の貯金？何のための？安心のため？安心とか結婚とかやつためにこれぐらいあるといいなって思ってたところに行くまでに、節制の節制。そうどういう節制した？いやだから食べ物よね。日中はさもう仕事してるしかないから、お金使わないけど、朝ごはんは、その田舎やからさ、そのお米は実家からもらえたわけそうね、だからそれで、朝ごはん卵かけご飯みたいな、でもお昼はもう大きいおにぎり1個作って、スーパーにさ、当時69円とかでカップラーメン売ってたわけ。確かにね、10年前はね、あったよね。あった。でそれを本当いっぱい買っといて、それとおにぎり、持って会社行って、わざとデスクの上で、もうおにぎりとカップラーメンすすって、先輩たちからかわいそうなやつって思わせておごってもらうっていうのをやってたからこいつかわいそうだなと思った。こいつひもじいなって、でも可愛く見えてくるわけよ。そんなもんばっかり食べてたら栄養があってね。そうお前明日昼飯行くぞって言われてあ、お願いしますそこでご馳走してもらったり、だから洋服もさ、俺洋服ほぼ買ってなかったでしょ、今でさえ彼には彼のこだわりがあって、なんかここのブランドのとかさ、その洋服に対していいものであればお金を惜しまないけど、当時私が出会った頃とかはもうなんか常に同じ V ネック、なんかテロテロのギャップのねテロテロの深い V、深い V になんか深い V にユニクロの黒のスキニーみたいな細いデニム、もうその格好以外してんの、見たことなかったもんね。
ほんとねクローゼットよりはね10着うんあったかなかったかぐらいで、うんでもその T シャツをうんやっぱ毎日洗濯して、うんアイロンがけしてたもん。一応ちゃんと綺麗に見えるようにね。そうそう偉いね。だからそれで、うん本当俺1枚の T シャツって本当何年も着てたからで俺社会人になってからもうスーツ1回も買ってないの。顔いやスーツぐらいは、うんまあ確かに買ってもよかったかなと思うけど大学の入学式の時のスーツと、うん卒業式の時のスーツ会社乗り切ってたの。そう就活も行ったし、会社も、うんその時のうん格好で、うん節制しすぎだよ。いやでもね、うん節制してるって言っても別になんかすごいなんかドケチですみたいなそういうのは全く感じず、なんかご飯食べ行ったりとかしたらちゃんとそういうところにお金を使ったりとかうん、してくれたし、そういうところはまあ使ってたけどね、うん、だから個人的に消費するものはほぼなかったね。そうだね。それで結構貯めれた社会人2年ぐらいで。いやー2年目ぐらいだったらまあそんなやね。そんな、まあでも、うんまあ、ボーナス分を貯めるって感じだねどんどん。でも私びっくりした。あなたのその社会人うん3年間の貯金額聞いた時にうんよくそんな貯めれたねって、尋常ではない。尋常ではないです。なんか本当にその最初の3年で貯めれる金額じゃないぐらい貯めてたからびっくりした本当に、でも2年目でねなかなかお金が貯まらずっていう、まあもちろん貯めるに越したことはないけど、ある程度楽しいなと思いながらお金を使っていかないとやっぱりなんだろう、働くのも辛くなってくるなって私は思ってた。私はあんまり貯めれてなかったです正直社会人10年もやりましたけど辞める時全然貯金なかったよねなかったね。うん結婚してからか、結婚してなんかの時にちなみにどれくらいあんのって一回聞いたよね、たらもうビビるぐらいなかったいやあなたがびっくりするぐらいもう貯金あったから私もそっちにでもびっくりしたよ。まあまあそういう人も多いんだろうね。でも多いようんでも思うのは、ん俺はたまたま貯めれたけど、うんまあ偶然もあったし、その分働いてたしね。ちょっとね、んここでは言えないぐらい働いてたからそうだね。本当にもう今のこの時代で働き方改革ではちょっとあれできないぐらい働いてた時もあったよね、うんずっとじゃないけどね、自慢することじゃないけど、そうね本当に命を削って働いてたから俺は自信持って言えるけど、そうだでもそんな僕から見ても、うんこの人はまあまだいいんじゃねって思そうだよね、う、まだいやそれは貯めれたら貯めれたでいいんだけど、うんなんか無理にうんなんか資産運用するうんほどのうん所得じゃないと思うんだよね。そうだね、まだ2そのなんかもう年目はね。この時にもうすでになんか1,000万以上いってますみたいな人がいやもうたまりませんわそれはちょっとって思うけど、うんまあ一般的なうん初任給ぐらいで考えて、うん今日2年目って考えると、欲しいものもあるし、遊んでいいと思う。いやそうなんだよ私もそれでいいと思う、うんね、やっぱ30代になってくると仕事の仕方によるけどやっぱりその20代のさ新卒の時よりかは、うんやっぱりこう入ってくるお金も多くなったりするからそこでなんかこうちょっとずつ今後お金をどういうふうに管理していこうかなって私も考え始めたぐらいなので、 23かな3とか4とかで2年目だったら、まあ、その自分の幸せをね犠牲にしすぎない方がいいとは思うかそうね、うんなんか20代前半で東京でら。うんだったら、むしろこの時間をもっと貴重な時間だと思って、体験とかにね。そう体験が投資になってるから、そうそうそう。全然問題ないと思うけど、まあ、ぜひ今をね、まあ、楽しんでいただきつつ、まあ、もしお金を貯めたいなって思ってたら彼のやっていたものを何かちょっとだけちょっとでも試してみる。家からねおにぎり持っていくとかだけでも全然違うと思うから。まあでもそうね、トレンド的には結構さ、やっぱねみんなやってるからさ、気になるよね。そうだね、気になる。まあ確かに難しいよね。まあお金に関しては私もちょっと難しくてなかなかいいアドバイスができないですけど、一緒に考えていければなと思います。はい。じゃあもう一個読んでいきましょう。これはね以前いただいたお手紙ですね。ラジオネームなつこさんからのお手紙です。いつも楽しく拝聴しています。娘が9歳になり手が離れてきたため、ようやく自分のやりたいことをしようと思えるようになり、ジュエリーを制作して販売していく準備をしています。集客になるかなと YouTube で動画も配信し始めました。ショート動画をポチポチ上げています。
ミクさんが今から YouTube を始めるお友達がいたらどんなアドバイスをしますか？これからの YouTube、SNS というテーマでお話しいただけたら嬉しいですということです。おー、どうなんですか？あれですね、なんか最近 YouTube 始めたいみたいな波もう一回来てるなって最近ちょっと感じることがある。なんかやっぱ人と話しててもなんか YouTube ちょっと気になるみたいな雰囲気をやっぱりいろんな人から感じ取ったりとかするんだけど、始めるならどんなアドバイスをしますかっていうことなんだけど、私がいつもなんかそういう風なお話をさ人から言われた時に必ず言うことは、まずは全部自分で撮影編集するべき、絶対に外注しないのと、もう一つはとにかく1年間1週に1回休まず出し続けろ、でこの2個だけです。正直もうこれ以上のなんかこういうことをしたら伸びるとかさ、最短でなんか10万人いくとか、そういう方法はもうこの2つの中にしか入っていないって思ってる。やっぱ自分でやって自分で頑張ってやってる姿っていうのがやっぱ分かるんだよね、視聴者の人ってさ。この人は自分で考えて動画を作ってそれでちゃんと向き合ってんだ、この YouTube に向き合ってるんだ、だから応援したくて来週も見ようとかさ、だから自分も励まされるとかさ、そういうのがやっぱりやらされてる感。確かになんか俺も普通に視聴者として見てて、いろんな YouTube をね、例えば芸能人の人とかさ、もう圧倒的な人は別になんかスタッフさんがやってくれてそれはそれで面白いんだけど、たまになんかやらされてる感の人は確かになんかもったいないなとは思う。そうやらされてる感を感じてしまっちゃう時があるじゃない、なんか片手間でちょっとやってますみたいなのがちょっと見えるとすごく見てるこっちのテンション感が下がっちゃうっていうのがあるから。でもなんかYouTube やろうとするといつもなんかその編集は誰かにお願いしたいとか、っていう風に思っちゃう人がやっぱ多いんだよね。自分ではなんかやり方がわからないから、やっぱり上手い人にやってもらった方が見やすいんじゃないかっていう気持ちで編集を誰かにお願いしたいとか撮影を誰かにお願いしたいとかっていう人がいると思うんだけど、むしろ下手くそでもいいから全部自分でやることがもう大事、だって私はもういつもそういうでもやっぱりそれを聞かされると私撮影も編集もできるかなって言って、すごく自信なくしちゃって一歩目が始めれないっていう人がすごく多いんだけど、なんかうまく作る必要がない、うまく作らなくても回る時は回るのが YouTube だなって思うんだよね。親近感とかその人の魅力が伝われば別にかっこいいオープニングを入れなくてもかっこよく撮らなくても iPhone だけで撮ったとしても、それでも伸びる人は伸びると。そうとあともう一個1年間絶対続けろっていうこれは、私がそれで気づいたというよりかはあなたに言われたんだよね。 YouTube 始めた時に1年本気でやれって、1年本気でやって伸びなかったらやめろって言ったっけ？本当に言われた覚えてねえな。1年やって伸びなかったら向いてないってことだからやめなって言われてたんだけど、でも本当にそうかなと思うんだけど、1年最低でも1週間に1回上げていくと自分のさ実績が YouTube のアナリティクスに溜まっていくからさ、これがちょっとその視聴者に受けがいいんだっていうのが分かってきたらどんどんその精度が上がっていくんだよね、動画の。でそれを1週間に1個やるのをちょっとだらけちゃって2週に一遍動画していくとアナリティクスも崩れていっちゃって、何が今自分のチャンネルでホットなのかが分かんなくなっちゃうからもう必ずコンスタントに上げ続ける。あなたで言うと金曜の9時、毎週出してる人がさ、いきなり出さなくなったらさ、なんかあれってなる感覚は確かにあるかも。私も実際経験があってさ、なんか海外の YouTuber さん好きなの見てて、ある時一週休んだっていうか、ぽっくり一週何のあれもなく出さなかった時があってさ、次の週から私見なくなっちゃったの。なんか突然なんかもういいかもみたいな。なんかさ、こういう視聴者さんと、その YouTuber の関係性ってさ、人によってはさ結構友達みたいなさ、感覚が
あるんかなと思ってて、うんうんいわゆる金曜9時っていうのは、うん遊ぶ約束をしてるそうかもね。感覚なんじゃないかなと思って、だけどそこにいきなり現れない日がドタキャンみたいな。そうドタキャンされたら、うん友達じゃなくなってしまうっていうかちょっと疎遠になるみたいなうんうんことを感じる人もいるんだろうね。そうじゃない人もいると思うけど。そうそう、そういう感覚が起きちゃうのが不思議なことに YouTube であるから、うんだから私もとにかく頑張って金曜日の9時もう金曜日の9時もどうしても間に合わなくても土曜日のとか日曜日もどうにかそこまでにはっていう、できる限り一週は休まないように頑張ってきましたけど、まあこの5年間で何回かは休んでしまったんですけど、うんでもやっぱそれがすごく大事。もうね、うん継続の力やね。そうてか全ての SNS に関してそこが全て大事だなって思うんだけどさ、うんこの自分でやること自分で運営することと継続することうんがもうなんか全てにおいて大事だし、なのになんかみんながなかなかそれができないかったりするから、ある意味そこを頑張って2つ頑張って粘り強くやってれば伸びる可能性が高くなってくる。うんみんながやめちゃったりするからさ。まあね、最後まで走り続けた人が1位ってことか。そうそうどんだけ持久力あるかみたいな、でもこの方はもう動画を上げてるんでしょ。やそう頑張ってるらしいね、ショート動画をポチポチ上げていますって言ってて、っぱね、約束は必要よ。約束その1日1本上げるとか、あ何曜日と何曜日に上げるとか、うんうんなんか確かに応援しやすいフックがやっぱ1個あるのってすごく大事だよね。例えば金曜日の21時に見に行くっていう、それは私を好きな人にとって応援の一つの手段でもあるけど、いつ投稿されるかわからなかったりするとさ、その応援がね。でも確かにあなたはさ、推し活の推す側をさ、結構やってきてるから、みんなが推しやすい環境を作るかみたいなのはさ、結構考えの得意な気がする。あ、そうなのかな。でも確かにそうかもしれない。そうね、私オタクだからさ、そう推したいんだけど、推す場所がないみたいなさ、人ってたまにいるじゃん。推しがいがないって感じ。そう、YouTube とかもさ、まあ本当かどうか知らんけど、最初の投稿してから30分間でその直近10本のランキングとか出るよね。そうそうそう。その時にやっぱ最初の30分の初動が良ければ良いほど、やっぱランキングがおめでとうございますみたいな、もう本当はこっちしか見えないけど、クリエイターは見えるんだよね。でそこがやっぱ喜びになったり、あ、今回の動画反応良かったって。そうしかもその1位になるとその動画が、登録者の人以外のところにも拡散されやすくなるから、本当にそうだよ、だからその分見てくれる人が増えるっていうのは、もうそれはある意味推し活だよね。だから時間を決めとくことによって、あ、〇〇さんの動画はここから30分以内に見た方が喜んでくれるんだみたいな、そういうやっぱ推しポイントをちゃんと作ってあげないと、推したくてもなんかどう推していいかをわからないみたいな。確かに推しポイント作るは大事かも。この30分以内に見てほしいみたいなのは一回そのインスタのサブスクのライブの時に言ったことがあって、これ30分以内に見ていただけるとすごくね嬉しいんですって言ったら、そうなんだみたいな、じゃあ30分以内になんか一旦見に行っていいね押しますねみたいな、それがなんか押しやすくていいみたいな。そうね。そうなんでぜひ皆さん30分以内にこの動画見に来て一旦いいねポチしてください。まあ伸びるかどうかはさておき、気分はいいよね。あ、今週の動画ランキング高かったみたいなさ。そう結構この10位の中でね、なんか下の方になった時にわあ今週あんま良くなかったんかなとか、あと金曜日だといつもは金曜ロードショーを確認する。ジブリとハリー・ポッター、コナンも強いね。コナンも強い。この前もなんかジブリにはもう無理だとかねジブリ終わってからみんな見に行くんだろうなとかね、そういうの意外と一喜一憂してるんですよ。だからまあこのショート動画をね上げ始めたジュエリーを販売したいってことだから、ちょっとこういろいろね、どういう風にやったらジュエリーが売れるかっていうのはやっぱり人に聞くよりも自分でいろいろ模索した方が絶対いい方法があると思うので、その根本的な自分で頑張るっていうのと、目標を決めたら休まず、ここまではやるって決めたら、1年でも半年でもそこまではやっぱやんないと SNS の反応がいいのか悪いのかさえ分からないままやめちゃうってことになるかもったいない。可能性があるはずなのにその前でやめちゃったら自分の可能性を見ずに終わっちゃう。頑張ってください。私も頑張りますそんな感じで
今週も以上ですね。で来週は、餃子グランプリがなくなったのでまた普通の通常回をお届けしていきたいと思います。なのでこのコメント欄に質問お悩みトークテーマなどあればぜひいただけると嬉しいです。あとはなんかゴールデンウィークみんな何するんだろうっていうのも教えてほしい。確かに。なんか今年はゴールデンウィークは海外に行くのが少ないらしいよ、行く人が。いやみんななんかね1位がねあれらしい、国立公園。あと山登りだって2位。いいもんね、確かに。ハイキングとかあったりとかするらしくて、皆さんが何をするのかぜひ教えていただきたい。それを参考に私もゴールデンウィーク楽しみたいし、私はもうすぐ誕生日ですのでやべえプレゼントの用意はできていますかってできていますか？やばいね。はいということで皆様素敵な、ゴールデンウィークを過ごしてください。早い人はもう今週の土曜日から、ゴールデンウィークに入るらしいのでぜひ、楽しい休日祝日かを過ごしてください。それでは今週のラジオは以上です。この動画が面白いよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。もう推し活はもうグッドボタンとチャンネル登録が一番喜びますのでよろしくお願いしますはい、それでは次のラジオでお会いしましょう。さようなら。